こんにちは、こんばんは、はるです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は小さい商品、いろいろ紹介していきます。車中泊が快適になるような商品や小物、そして車内を自分で DIY するときに便利な金具などを紹介していきます。僕のように自作でキャンピングカーを作っていく人にも参考になるかと思いますし、ビルダーさんが作ったキャンピングカーを購入してちょっとした DIY をしたい人にも参考になる内容かと思います。 YouTube を見ると車中泊で快適な家電などはいくつも紹介している方の動画を見つけるのですが、小物や金具、ちょっとした便利商品などはあまりまとめて紹介している人がいないので、今回紹介してみようということで動画を撮ってます。購入した商品はほとんどが Amazon、そしてショッピングアプリの TEMU、あとはホームセンターという感じになりますが、値段の安いところを紹介したいので TEMU で購入した商品を紹介するのがほとんどだと思います。TEMU で購入する際はコンビニ払いをお勧めしています。あと便利な商品やおすすめアイテムなどたくさん紹介したいので、全ての商品を URL 貼り付けることが難しいので、商品名をメモするかスクショなどして検索して探すようお願いします。ということでいろいろ紹介していきます。今は自分で作ったキャンピングカーの車内になります。で、もう実際に取り付けてる商品がほとんどだと思いますので、一緒に見ながら紹介していきたいと思います。それではお願いします。はい、まず最初の商品はこちらになります。これです。はい、この一見どこにでもありそうな L 字金具なんですが、こちらはちょっと変わっています。近くで見るとこんな感じです。こちらは自由な角度調節ができる棚受けのステイになります。これを見つけた時にめちゃくちゃ感動しました。こちらの商品とても便利です。引きで見てもらうとわかると思うんですが、僕の車両キャラバンですね。両サイドが曲面で、90度垂直にならないんですよ。そういった時に普通の棚受け金具だと90度のものしか売ってなくて、今取り付けてあるような上部収納を作るのに苦戦するかなと思ったんですけど、こちらの角度調節が自由にできるステイを見つけたので、簡単に上部収納を作ることができました。僕はホームセンターで購入したのですが、 Amazon でも販売しています。自由な角度調節ができる棚受けという風に検索していただければ出てくるかと思います。商品は現在 Amazon で1241円で販売されています。こちらの商品は車内を車中泊仕様に DIY するときに必要になる方も結構いらっしゃるかと思います。とてもおすすめです。次に行きます。次の商品はこちらになります。近づいていくとこちらになります。これです。これは折りたたみ式ドリンクホルダーになります。こんな感じで開くとドリンクが置ける感じになってます。こうですね。はい。これとても便利です。取り付けも簡単です。見てもらったらわかると思うんですけど、4本のネジで固定するだけです。簡単です。こんな感じですぐに取り出せて使えます。使わないときは折りたためるので場所も取らないので、狭い車内ではとても活躍しています。こちらはTEMUで購入しました折りたたみ式ドリンクホルダーで検索してみてください。値段もですね、1個359円のものや4個セットで914円など値段も様々ですので、気になる方は確認してみてください。どんどんいきます。次の商品はこちらになります。近づいていってこれです。こちらは電子レンジの横につけている換気口ですが、こちらの換気口を紹介します。これですね。これ取り付けめちゃくちゃ簡単なんですよ。ちょっと下の方にもつけてるので見てください。はい、こんな感じで、この下の部分ですね、ここ、冷蔵庫が入っていて、冷蔵庫の排気、給気を行っているダクトになります。この換気口ですね、Amazon とかでも売ってるんですけど、Amazon とかだと、4つで2000円とか結構するんですけど、TEMUで買うと2個で400円前後で購入できます。で、取り付けもかなり簡単です。僕はここちょっと固定してないので外してお見せします。こんな感じです。なので、こんな風にカットするだけですね。カットすると、この換気口を簡単に取り付けることができます。ビス用の穴も開いてるので固定することもできます。僕はまだ固定してない状態なのですが、すぐに固定できます。はい、これだけです。簡単です。こちらの商品は Amazon とかホームセンターで買うよりTEMUで買った方が値段が半額以下、かなり安いので
おすすめしています。サイズも多数ありますので、気になる方は換気口ダクトなどで検索してみてください。次に行きます。はい、次もそのまま下の方を紹介していきます。ここですね。同じような感じの丸型の換気口ですね。サイズはかなり小さいです。こんな感じ。小型の換気口です。これがですね、ホールソーなどで穴を開けて、ポチッと押し込むだけで簡単に取り付けることができて、とてもおすすめです。このソファーの下は収納スペースになっているんですけども、こういった感じで換気ができることによって、カビなどを防ぐ効果があるかと思います。値段が変動してるんですけど、今見た感じでは24個で620円とか、かなり安い金額になってます。Amazon で購入するより安くなってるので、テムで購入した方がいいかなと思ってます。24個で620円はかなり安いと思います。はい、次に行きます。はい、次はこちらになります。この収納ですね。収納アイテム。これはテレアで購入しました。金額は100円です。両面テープで簡単に取り付けることができます。分解できるので、僕は一旦外してネジで留めてから元に戻して使っています。両面テープがちょっと弱かったので工夫しました。それでこういったリモコンなど収納できてます。これが100円っていうのがかなりお得だと思います。はい、次に行きます。次もちょっと、ソファー下の収納を見ていただきたいと思います。よいしょ。で、こういう風に開けるんですけど、こちら2箇所収納あります。で、見てほしいのがこちらです。これですね。これがダンパーですね。このダンパーとても便利でおすすめです。こんな感じで収納扉が開いた状態になるので、とても便利なんですけど、こちらはテムで購入してですね、4本で678円とか、775円ですね。2本だと300円とかあります。いろいろ種類があるので気になった方は見てください。ダンパーとかガスダンパーで検索すると出てくるかと思います。取り付けも簡単です。ここの収納スペース兼ソファーなんですけども、すべてダンパー取り付けてます。で、10個ぐらいダンパーつけて1年ぐらい経ってるんですけども、一つも壊れてないです。なので、耐久性もあるのかなと思ってます。おすすめです。これも Amazon とかホームセンターで買うと何倍の値段もするので、テムで購入した方がいいかと思います。次に行きます。はい。次がですね、こちらになります。はい。こちらがトイレになるんですけども、ちょっと中、ちょっと見せてみます。こんな感じです。これですね、これ。この金具、ドアラッチと検索すると出てくるんですけども、こちらがですね、テムで1個200円とか250円とか、150円ぐらいのもあります。これも結構ホームセンターとかで買うと倍ぐらいの値段がするんですけど、僕はテムで買いました。おすすめです。これは走行中に扉が開いちゃうので、つけた感じです。はい、次に行きます。はい、次がですね、ちょっと天井になるんですけども、見えるかな？これです。この金具です。これをですね、個人的にはちょっと紹介したいんですけども、これがですね、ネジ1本で簡単に固定することができるんですけども、こちらがですね、D 型アンカーリングとかで検索すると出てくると思います。こちらもテムで購入したんですけども、僕が購入した時ですね、20個で500円ぐらいでした。20個で500円。こちらもですね、Amazon とかで購入すると倍の値段します。なので、テムで購入することをお勧めします。これかなり安いです。こういったちょっとした金具の積み重ねでめちゃくちゃ金額上がっていくんですよ。少しでもね、費用を安く抑えた方がいいと思うので、一応紹介してます。この金具ですね、かなりおすすめで、ここにも使ってますね。こんな感じで、いろんなところに使ってます。こういう感じですぐにね、何か物を通すこともできるので、いろいろ用途はたくさんあるので、おすすめです。はい、次に行きます。はい、次の商品はこちらになります。これもですね、かなりおすすめです。次の商品は、カーテンに使ってます。ちなみに僕はカーテン全部黒にしてるんですけど、外から見た時に悪目立ちしないように黒にしたんですけど、ちょっとカーテン開けます。こんな感じになるんですけど、ちょっと暗いな。今カーテン開けたんですけど、これですね、これ。これがかなりおすすめの商品になります。これをですね、貼っているんですけど、で、こちらの壁ですね。こちらも磁石を仕込んでます。こんな感じで磁石を仕込んでいるので、カーテン簡単に
閉じることができるということです。はい。こんな感じですぐにカーテンを閉じることができます。ちょっと見えづらいんですけど、ここもですよね、使ってます。これですね。こちらがですね、カーテンホルダーで検索すると出てくるかと思います。これがですね、かなり安いんですよ。20個で379円だったかと思います。かなりおすすめです。この商品を見つけるまでは、ダイソーで挟み込む感じの似たような商品使ってたんですけど、まず100円ショップのこういったカーテンのものは磁石がとても弱いです。すぐに外れるし、磁石も弱いです。そのカーテンを挟み込むタイプのものしかなくて、すぐに取れます。こちらの場合は、この画像を見てもわかる通り、後ろから針で刺して抜けなくなるので、とても便利です。抜くときは後ろの部分を引っ張って抜くんですけども、通常だと抜けないようになるので、とても頑丈です。で、磁石も結構強いので、しっかりと綺麗にカーテンを閉じることができます。この商品探してる人多いと思うんですよ。僕もずっと100円ショップの商品でやってたんですけど、もう全然納得いかなくて、こちらの商品使ったらもう大満足でした。値段も安いのでおすすめです。はい、次に行きます。次が先ほども見てもらったここですね。壁につけてある磁石なんですけども、こちらがまだたくさんあります。これです。まだ10個ぐらいあるかな。こんな感じで、ちょっと1個外して置いてみましょう。これです。これがかなり便利です。で、これ何が便利かというと、ネジが通る穴がちゃんとついてるんですよ。ネジが通る穴が開いている磁石なんですよ。なのでもうアイデア次第ではいろんな用途に使えます。で、こことか見てもらったらわかると思うんですけど、近づけてみるとこんな感じで、ここですね、ここ。こことかほら、磁石なんですよ、ここ。もう取り付けてるんで、くっつくので、運転中動かないんですよね。この磁石がなかったらもうみんなこんな感じで、運転中もこう動いちゃう。でも、こういった感じで、磁石をつけているので、運転中も動かないということになってます。なので、先ほどのカーテン止める場所で使ったり、ここのカーテンでも使ったり、いろんなところで使ってます。こちらの商品もテムで購入したんですけども、値段がですね、50個で540円とかです。もうかなり安いです。これもですね、ホームセンターとかで見ると、値段5倍以上するので、僕はテムで購入したんですけど、一応ホームセンターで購入したものと比べると割れやすいっていうのはあります。なので、ネジで留めるときにちょっと深く行き過ぎると割れちゃうっていうこともあるんですけど、まあそれを考えてもさすがに50個で540円っていうのもかなり安いので、テムで購入するのもいいかと思います。こちらは穴開き磁石とかで検索すると出てくるかと思います。気になった方はぜひ検索してみてください。次に行きます。はい、次がこちらになります。これですね、これ。これがですね、テムで購入したんですけども、フロアワイヤーカバーとかで検索すると出てくるかと思います。こちら配線がたくさんあるんですけど、このマジックテープを剥がすと簡単にメンテナンスができるという感じですよね。はい、外したらこんな感じです。配線が結構たくさんあるんですけど、メンテナンスしやすいですよね。こういった感じでマジックテープで簡単に隠すことができるので便利です。で、メンテナンスが終わったらまたこういった感じですぐに戻すことができます。はい、こちらもテムで購入してですね、1メートルが325円とか、値段も様々ですね。3メートルでは616円とかの値段になってます。これも、いろんなところに使えるのでおすすめです。はい、次に行きます。はい、次の商品がこちらになります。この部分ですね。この部分。こちらがですね、タブレットホルダーですね。こちらもテムで購入しました。2個で470円ぐらいです。僕は4つ購入して、この 12.5 インチぐらいのタブレットですね、取り付けてます。で、こちらがですね、4つこういう風に取り付けていて、クッション材を入れてるんですけど、上に持ち上げると、簡単に取り外すことができます。これがね、意外に売ってないんですよね、このタブレットホルダー。これもちゃんとね、鉄でできていて頑丈なものになります。で、こちらも左の画像を見てもらえればわかると思うんですけど、ネジで簡単に固定できます。こちらの商品もおすすめです。はい、次に行きます。はい、次の商品で今回は最後となります。こちらですね。これです。
の金具になります。これがですね、ホームセンターとかにもよく見る商品で Amazon とかにも売ってるんですけど、テムで買うと恐ろしく安いので紹介します。これがですね、トグルラッチとかラッチキャッチという風に検索すると出てくるかと思います。先に値段を言うとですね、10個で296円です。これホームセンターで買うと10倍ぐらいしますよね。1個300円ぐらいするので、かなりテムで購入した方がいいかなと思ってます。こんな感じで。わかると思うんですけど、これで取り外しができるようになるということですよね。電子レンジを収納してて、上には収納もあるんですけど、簡単に取り外せれるようにですね、これを使ってます。これもね、使い方は様々なので、自分で何か収納ボックスを使って、これを取り付けてロックするといったこともできるし、何より値段が安いですよね。10個で296円なのでおすすめです。気になった方はぜひ検索してみてください。はい。ということで今回はこれで以上になります。まだまだ紹介したい商品たくさんあるんですけども、今回はこれで終わります。好評でしたら第2弾もやりたいと思います。便利な商品まだまだたくさん、金具とかもありますので、キャンピングカーを今から作る人の役に立てればいいなと思っています。わからないことなどありましたら、ぜひコメント欄よりコメントお待ちしてます。車中泊が好きな方や、同じようにキャンピングカー乗られている方、また自作でキャンピングカーを作っている方など、ぜひチャンネル登録、高評価の方お願いします。同じ趣味を持った人とどんどんつながっていきたいので、多趣味な春チャンネルよろしくお願いします。ということで今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。